Guys, it's Paz. 今ね、コロナのテストを受けに来てるんで、急遽取ろうと思って。すごい待つと思ったら、結構一瞬で、もう全然並んでない。4、5台ぐらいかな。はい。OK。はい。Yeah. Did I say your name right? Yeah. Yeah, perfect. So right on your chest. Okay. We do have a video up ahead to help you get started. Okay. Just go through the video. And then after the test, what do I You're do? gonna collect it from me in the next section, okay? Okay, thank you. 自分でやって渡すみたいよね。Start test now. ちなみにここはね、ドジャースタジアムです。普段野球がちょっとそれっぽい、見えるかな、ちょっとベースボールのね、これが渡されました。中身には脱脂綿とね、液体と綿棒が入ってます。なんか飛び跳ねてる係員の人がいる。バリテンション高い。かかん。かわいいね。ビデオが今ちゃんとね映ってる。スクリーンにどうやってやるか。Yeah, they like this, right? Mm-hmm. Put it on the bag. Put everything back in the bag, seal it, and drop it in the bin, okay? Okay, thank you. What up? はい。ドロップします。Right here? Thank you. Should I keep everything in the bag? Okay. Alright. Thank you. 終わりました。めちゃくちゃ早かった。10分ぐらいで終わったかな。なんか結構みんな長い棒を鼻に突っ込まれるって言ってて、まあなんか痛いことされるのかなとか思ってたけど、ちゃうかった。なんか DNA テストするときと同じ感じ。綿棒を口の中でこするだけ。ちゃんとテストキットとかも手でこう直接渡さんように、なんか棒みたいなんでこうやって入って渡されて、すごいスムーズに終わりました。っていうかね、テスト間に合うとは思ってなかった。4時半に予約で4時半に家出たから、絶対間に合わへんと思ったら、普通に入れちゃったから、バタバタと、これとか邪魔でごめんなさいみんな。見にくいかったかもしれんけど。ということで、今、他の用事も終わらして帰宅中です。でね、いつも結構タイムリーなニュースをみんなに伝えてるから、編集してる間とか、どんどん新しいネタが出てくるんやけど、今回また面白かったんが、ちょうど前回の人種差別とか、まあ、暴動についての話とかしたんやけど、ちょうどあのビデオの編集をしてる時に、もうテレビをつけたらニュースは基本的にずっと暴動の話ばっかりやってたんやけど、一個だけジミー・ファーロンっていうね、こっちの、白人のコメディアンの人がいるんやけど、その人が、20年前にやってたサタデーナイトライブっていう TV ショーで、クリス・ロックっていう黒人芸人さんの紛争してテレビに出てはったよね。20年前やけど、それがまた掘り返されて叩かれてたんよね、彼が。で、まあ最初なんかまあ彼は黙って見過ごそうかみたいな風に迷ったらしいんやけど、結局、まあでも気持ち悪いよね、そうやって自分が叩かれてて、そのまま見過ごすっていうのは。で、こう謝罪することに決めはって、いつもの彼と全然違う様子、最初一瞬誰かわからん感じやって、結局、まあ謝罪してはって、浜ちゃんとかももクロとか前のビデオで私が話したのと、全く同じことを彼もやってて、で結局叩かれてるっていう、しかも20年越しにね。だからこういうことするとアメリカ人でも叩かれる、こんだけで。コンプレックスの話もしたんやけど、もっと分かりやすいいい例があったなっていうのがあって、黒人の女の子と友達と話してた時にブラックフェイスの話をしてて、
まあそのボブ・マーリーのフィルター、私最初、なんでそんなこれあかんかなって思ってんけど、みたいな話とかをしてて。ね、そしたら彼女も、ああ、わかるよ、その気持ち、みたいな。私も昔やらかしたことがあるって、最初アジア人のこの、私この間のビデオでは短足とか、頭が大きいみたいなことを例に出して話したんやけど、彼女の場合は、目も細いやん、アジア人って。悪気がなく、アジア人っていうのの象徴を表すために、くってやってたやって。あ、こんな子でしょみたいな。これどう考えてもムカつくやん、アジア人がやられたらさ。で、それが、あ、これって侮辱的なんやっていう風に気づいたって彼女も言ってて、あ、それ言われたらめっちゃわかりやすいわと思って。そう、だから他人にね、いやいやかっこいいやんって、いやかっこいいやんって言われても、嫌なもんは嫌なんやっていうね。だから、これでもうちょっと黒人の人の黒い肌が、すごい突っ込みにくい話題なんだよっていうのを、この例は短足頭でっかちより分かりやすかったんじゃないかなと思って、ちょっとシェアしようかなと思って。ということで、じゃあテストの結果を待ちますね。はい、2日が経ちました。で、今日の朝に、検索結果が E メールで届いてました。でも、まだ開けてなくて、これ取りながら発表しようかなと思って。今、DMV でまた運転免許の手続きしてきて、炎天下の中待たされたから、この日焼け、変な形に。で、今、私のお腹の中には、おっきなピザが、ずっともう家で自炊やったから、めっちゃジャンクフードを欲してて、久しぶりにちょっとレストランね、で、トゥーゴーして食べました。アメリカでね、あんまり生卵を食べる習慣ないんやけど、今日食べたピザはアルメニアン系のピザかな。卵がドンドーンってピザに乗ってて、半熟どころか結構熟々で出してて、おーみたいな。でも、熟々大好きやから美味しかった。いきますか。検査結果。今からじゃあチェックします。サイトにつなぎます。はい。じゃあ、結果発表します。結果は、陰性でした。よかったー。いや、まあ、ね、ちゃんとステイホームしてたから大丈夫やと思ったけど、73ぐらいでちょっと心配でした。もし仮に陽性やったらどうしようみたいな。よかった。ということで、以上、検査結果の報告でした。もうね、世界的に解禁ムードになって、だんだんみんな外にも出だすやろうし、やけど、全然まだまだコロナも終わったわけじゃないし、まだみんな気を抜かずに消毒とか手洗いとか気をつけて、絶対にかからないようにしてくださいね、みんなも。じゃあ、今日はこれで、また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。大切なことを言い忘れてました。今日も動画見てくれてありがとうございます。みんなのチャンネル登録、高評価、めちゃくちゃ励みになってます。なので、まだの人はぜひぜひよろしくお願いします。